2020年の春に計画しながらもコロナで中止になったインドヒマラヤガンゴトリ山群への遠征。2年半経った2022年10月、パートナーの保坂とともに行ってきました。わ、チャパティだ。デリーでは友人の家族に泊めてもらいました。この住所へ送ってもらっていたガス管の点火確認。さて、今回私たちが登ったガンジス川源流の山々はデリーの北にあります。デリーから登山の出発点となるガンゴトリの町まではウットラカ市を経由して2日かかります。1日目はデリーを朝7時に出発して18時頃にウットラカ市着。ここまでの車は新しくて快適でありがたかった。ウットラカ市で一泊した翌日は登山口であるガンゴトリへ移動。ここは昨日までの快適な車から車高の高い山道に強そうな車に乗り換え、ガンジス川を遡ります。ガンゴトリの町は巡礼に訪れるヒンズー教徒の人々がたくさんいました。今日からはいよいよ山の中へ。ガンゴトリの町からさらにガンジス川に沿って歩いていきます。途中ボージバサで一泊して翌日タポバンへ。タポバンはこれから30日間過ごすベースキャンプです。紹介が遅れましたが、私たちのタイのリエゾンオフィサーはプリアンカという女性でした。彼女は私たちの拙い英語を本当にちゃんと聞いてくれて、分かりやすく話してくれて、いろいろなことを教えてくれました。ゲートで登山許可を提出していざ出発。私たちの登山隊のために荷物を運んでくれているポーターたちが通ります。2個持ってる。友の重いやつにさらに加えてる。友の重いやつにさらに。日本でやってるからだね。こんなに？保坂は日本で牧歌の仕事もしているので、
こんなもんよという感じ。私は誰かに自分の荷物を持ってもらうという初の体験にポーターとすれ違うたびに恐縮。よいしょ。ボージュバサ到着。ここには巡礼の人々向けの最後の食堂があります。ボージュバサを出発してすぐにガンジス川の横断箇所があります。この川の渡しも昔はなかったそう。あれに乗って川を渡るそうです。行け行けって言ってる。すごい。もう少し上流まで歩いていくと氷河がつながって渡れる箇所があったとプリヤンカが言っていました。ガンジス川の上流にある氷河も年々後退しているそうです。プリヤンカが乗りました。教えてもらわないとわからないことだったけど、周りのポーターの人々はみんなネパール人だそう。彼らは右折期の6、7ヶ月をインドに出稼ぎに来て、5ヶ月は故郷に帰ってリラックスして過ごすんだとプリヤンカが言っていました。ポーターの1日の日当は1400ルピーぐらい、馬は1500ルピーだそう。1ルピーや2円弱なので3000円弱か。前方にはマギラッティの1、2、3が見えます。ここから画面右方向の急登を登ったところにあるのがタポバン台地です。じゃあ一緒に撮ってください。すごい写真の方がいいけど。の方がいい。目の前には私たちが何度も想像の世界へ登ったシブリン。この聖地タポバンで生活する僧侶も温かく私たちを迎えてくれました。今回目標としたシブリンはタポバンベースキャンプから見るとマッターホルンのようにとんがっていますが、実は見る角度を変えると2つのピークのある総持峰の山です。左の図のように東西南北からルートが引かれていますが、その中でも落石が少なそう、ギザギザした尾根より途中敗退が容易そう、見た目がかっこいいという理由で北壁を選びました。そのための順応登山として、シブリンより標高は高いが穏やかなケダルナートドームの登山を計画していました。が、ベースキャンプ到着から2週間は雨季が明けず、タポバンから往復1週間かかるケダルナートドームにはトライできませんでした。北壁トライの前に、シブリン清涼に順応と火口路の確認のために登りましたが、デポ食料の半分が動物に食べられたり、高度順応が十分でなかったり、頼りにならないサラサラの新雪に苦しめられたりして、5950メートルの地点で敗退となりました。撮ってた。ともさん、ちょっと頭が痛い様子でございます。1日目ですからね。私たちは
プリアンカと一緒にこの斜面を登って北駅基部まで行ってきました。この2日間は天気が良く、このままこんな状態が続くものだと思ってしまっていました。この川が洗濯もできるし飲める。ちょっと濁ってるけれども、この後の1週間は一日のどこかに必ず雨が降る、これぞ雨季というような気候でした。それでも雨の合間だったり小雨の中、5000メートル弱くらいまで歩き回りました。78番テントの中の様子でございます。意外と快適でございます。朝5時半です。ベビーシブリンに向けて出発します。ちょっと苦しいです。はい、標高は5000いや4700かな。ベビーシブリンあれです。前日にもベビーシブリンへの登山を計画したが、朝から雨だったので延期。9月20日に5400メートルのベビーシブリンへ。ベビーシブリンはシブリン北稜上にある小ピーク。登っていくうちに雪が降ってくるし、膝くらいのラッセルになりましたが、無事に登頂。ベビーシブリンから帰ってきた後の食事、今日はめっちゃ美味しそうです。お腹減りました。この2日後、待てども待てども雨季が明けないが、しびれを切らして荷上げ開始。出発時は曇りだったけど、登り出してすぐ雨に。休憩の時は常に岩小屋を探して、その下で休む始末。北壁の基部です。9月23日は北壁の基部まで。出ましたけれども、やっとちょっと小雨になったので清涼の基部まで行きます。見えませんが、9月24日はさらに天気が悪くて、ほぼ一日雪か雨が降っていましたが、清涼の手前まで前進。9月25日、ここにトハングや食料をデポし下山しました。ポイントが打ってあるのが今回トライした清涼です。ベースキャンプからキャンプ1、2、3を終えて5泊6日でアタックします。ちなみに当初予定していた北壁は清涼左側の影になっている部分です。見るからに寒そうですね。清涼の頃まで来ました。日本のダルチが飾ってあります。あっちはメルです。隣にはドカンとメルーが見え、上にはシブリンがそびえる素晴らしい景色ですが、標高が高いせいか左は少し重い感じです。一歩一歩登っていきます。右に見えるのが映画でも有名な山、メルーです。今回この山には世界的に有名なフーバー兄弟らが新ルートを登りに来ていました。この辺りから傾斜が出てきたので、ロープを出してコンテで登りました。あの頃から登ってきました。少し難しいセクションを乗り越えた後の歩き、ちょっと歩くと次も傾斜のある雪壁が出てきました。
中央左に見えているスカイラインが清涼です。ここは 2,3 ピッチロープを出して登りました。あまり傾斜もなく簡単そうですが、いつものように登ってみると立っていて高度感もあり、上の方は意外と手応えを感じるクライミングでした。C2 に到着。だいたい朝夕にはいつもガスが湧いて雪が降ってきました。シブリンの2つのピークが見えてます。清涼がかなりなかなか難しそうな険しい感じになってます。ここは C2 5,500 メートル地点です。C2 から見えるメルー。有名なシャークスフィンがよく見えます。清涼を登っています。まっすぐ伸びている尾根が清涼です。その上には巨大なセラックが張り出しています。5,600 メートル地点です。たまに謎の残地ロープがあります。今5,700 メートル弱。めちゃくちゃ進みません。スローペースになってしまいます。C2 からスタートして4ピッチ目、小坂くんがリードしてます。歩きそうなところはコンテで60メートル以上進んでます。この時の清涼は岩の上に薄く使えない雪が乗っているという登りづらいコンディションでした。また至る所にいつ残されたのかわからない残地ロープがあります。ヒマラヤのノーマルルートと呼ばれるルートはこんなに難しく、こんなに汚いのかと衝撃を受けました。頑張れ。体感で言うと滝谷の第4尾根を2倍難しくして3倍距離を長くした感じです。自分たちが登ってきた後を見返ります。できる限り早く登っているにもかかわらず、どんどん時間は経過していきます。結局この日は目標だった C3 には届かず C2.5 でビバークとなりました。シブリンの本邦が見えています。寒いです。朝一のクライミング。あれはシブリンの2つのピークの影と、左に見えるのはメルー。あっちはタコ湾方面。どんどん清涼の傾斜が強くなってきました。見えている景色は素晴らしいですが、難易度はどんどん上がっていきます。最初に清涼を登った人はほんとすごいです。清涼のヘッドボール的なところを我が登ってます。ここはもうバテバテで全然登れなそうです。5日目の朝です。5,900 メートル地点まで来ましたが、この弱い雪の雪壁をノーロープで行くのは危なすぎるので、ここまでです。
ブリン登りたかったけどしょうがない。ロープをつけてトライしてみましたが、この斜面は雪が壁に乗っているだけの状態でした。視線が取れず危険だし難しい上、登れても時間がかかりすぎてしまうのと、残りの食料を考えて加工することに決めました。降りると一瞬ですが、登るのに時間かかったな、ここ。給水が紅茶です。ちなみに北駅部の少し先にデポした僕の分の食料はカラスに8割食べられてしまっており、食料は予定のものより少ないものになっていました。降りてから 2,3 日は天気のいい日が続きましたが、再び登りに行くだけの日数は続かないと天気予報を教えてもらい、次の悪天後に最後のトライをしようと決めました。8日の悪天を待ってみると、まさかのタポ湾でも大雪。今年は天気のいい秋が来たのは1週間から10日ないくらい、いきなり冬になってしまいました。寒さもこれまでとは別次元の寒さです。今回基本的に晴れていることを想定していただけに、天気に関しては大誤算でした。雪が朝からずっと降っているし強くなって、雪が降ってますね。降りすぎです。降りすぎね。こんな降るとは思いませんでした。はい。こんなタコバンを初めてですね。雪が。昨日の朝から丸一日プラス今日の朝まで完全に1日半雪が降り続いています私たちの遠征は今回は達成できなくなってしまいましたけれど、なんとなくスイス隊もドイツ隊も諦めることになったけど、なんとなくテンションが高いような感じがします。コックさんやポーターの人たちもなんとなくテンションが高いですマリアンかも朝からテントを除雪しています。食事テントのポールが折れて天井が低くなってしまったようです昨日よりなんとなく小さくなりましたテントが。スイス隊のシェルパから聞いた話だと、この雪でキャンプ場あたりは1メートル以上の積雪があったとのこと。あの壁に乗っているだけの雪に1メートル雪が降ったら、時間が経てば登りやすくなるかもしれませんが、直後にはうまくくっつかないでしょう。5900メートルまで順応できたので、もう一度登ったら次はもっと楽に行動できるのか自分は試したかったですが、また次の機会に期待します。
うちょっと右に行ってもうちょっとこっちバギラッティの右に見えているどっしりした山がバギラッティ山峰です。ここも素晴らしい壁が見える山でした。回りました。全然練習できなかったね。ね。ちょっとバカにされるから。ちょっとフーバーさんとかにフーバーさんとかにバカにされるから。それで大丈夫。バギラッティを映してあげてください。オッケー。素晴らしい山です。ガンジス川の源流、ゴムクです。兵庫からガンジス川の始まるここゴームクはヒンドゥー教の聖地なので、たくさんの巡礼者がいます。聖地なのでここ1ヶ月は肉もお酒もなしの禁欲生活でした。お肉は缶詰を 3,4 個持ってったので完全に立ったわけではありませんが、お酒は全くのゼロ生活。いやー、1ヶ月ぶりのビールはうまかったー。When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble,